全部海外に行っちゃったみたいな、そういうね、若者が入ってこなくなった業界はぶっ壊れますよっていう。やってまいりました。久々に SNS で言われてることを取り上げる系 YouTuber です。今回ですね、見つけたのはこちらのツイートポストでございます。バイクはもうずいぶん前に若い子が頑張ってバイトして貯めた金で買えるものではなくなってしまった。程度が悪くても頑張れば直せる安い中古は業者が根こそぎ買い漁り、ほぼすべて海外に流してしまったからね。若い子たちが入ってこなくなった界隈は例外なく滅びるよ。おい、ちょっとバズってたね。バイク高すぎ問題。もう若い子たちがバイク高すぎて買えんみたいな。確かにバイク高騰してるみたいな。しかもなんか安くて、なんかまあオンボロとは言わんけど手軽に買えるようなやつはもう全部海外に行っちゃったみたいな、そういうね、若者が入ってこなくなった業界はぶっ壊れますよっていうツイートがねバズってたんですけど、確かに皆さんこれどう思いますかというね内容になっております。確かにな、バイク新車価格めちゃめちゃ高騰はしてるよな。高い。で、玉里さんバイク買った時いくらよ、そのバイク。いくら？50万。45万ぐらいじゃん。ローンで払ってて50万いかんぐらいやったはずやね、しかもアルバイトしてて、そう、アルバイトで手が届くバイクだったんですよ、これが。そうよな。で、まあ25も俺50何万とかやってん。でもなんか分からんけど、その7万円値引きしてくれてん、俺が買う時に25。それであれじゃない ?R125 引き取り金みたいな。それは下取りやろ。あれは爆発クラッシュしててもう全損級フレームぐにゃ曲がりのバイク1万円で買ってくれてんけどあ、それとは別で7万円その新車値引き、車両値引き入っとって、で下取り1万円やから8万円マイナスで俺50万やったと思うよ、確か。言ってなかったと思うね。50万ぐらいやった気がすんねん。25今のやつ何本するんやろうな。70万近いんかな。68万とかなんかそんなんじゃなかったかな、確か。だから20万ぐらい上がってる。今だってさ、値引きとかありえへんやろ、バイクの新車で多分。なんかうちらの時代ってさ、なんとかキャンペーンっていうのがさ、いろいろやってて。そう、でもキャンペーンは今もあるよ。その大型免許取得キャンペーンとか。そういうの使えばまあ確かに3万円とか値引きはある。そういうの関係なくやからね。いや、このバイク安すぎん。安いな。50万手前やで。いってないもん。45万とかなんか。しかもそのさトリコロールカラーって3万高いやろ確か。あ、そう、確かなんかそんなんやんな。黒と赤かな、があって、赤ある。限定色っていうか、ちょっとなんかホンダが売りにしてますよみたいなカラーやったから、ちょっと高くて、それでも50万しなかった。そうよな。だから本体価格がじゃないで、総支払い価格で50万。安かった。しかもなんかこのバイク専用のカバーとシートカバーな、チェーン鍵な、チェーンロックな鍵、そう、もうおまけでつけてくれて、そう、50万いかんかった。まあ、今も使えてるぐらい、まあ、ホンダ純正やからな、今も使えてるぐらいの耐久力はあるやつやからな、結構いいやつやけど。そう、ちゃんとあれやで、ホンダドリーム公式店で買って、シートだけでも5、6000円したやつやで、あれ確か。そう、めちゃくちゃいいシート、だって破けてないもん、未だに。いや、耐熱かなんかのな。そう、10年経っても破けてない、めちゃくちゃいいシート。それついてて50万もせえへんみたいな新車でやからな。だって中古なんてさ、乗ってた友達とかさ、あれやで5万とか9万とかなんか10万いかんぐらいで見つけれるみたいな。それ排気量は250とかで一緒ぐらいのやつやで。だってさ、ホーネットとかさ、インパルスがあったやん。あった。じゃあなんか先輩から譲ってもらうみたいなパターンとかさ、2、3万みたいな。いや、何年前の話じゃないって言われるかもしれないけど、そんな前の話じゃないで、マジで。パーツやん、そんなん。パーツ価格やん。そんなめちゃくちゃ前の話で、まあ10年は確かにな過ぎてる話かもしれんけど、そんななんか昭和とかの話じゃないからな、これ。確かに。どんだけ短期間で上がってんやっていう感じになるかもしれんけどさ、自分の感じ的にはニダボが出てきた時からすごい値上げした感じはまあ確かにな。なんかニダボがトリガーになった気がするんだけどそんなことないんかな。なんかニダボびっくりして最初値段。ニダボが高い理由はでもさ、あの時にさ、その他のやつよりやっぱ 250cc でガチでいろいろ詰め込んだ。ガチやって。そう、あんだけやるんやったらやっぱ250ってあんまり効率よくないからさ、バイク屋としてはエンジンの。
うん。やったら別に大型作っても同じぐらいの手間かけたんじゃないやっぱり。90万というね。やばかったよな。うん最初出た時さ、いや、こんなん買う人おるんってずっと思ってたけどさ、でもいっぱい乗ってんで。大ヒットになったやん。うん、大ヒットはしてるな。みんな乗ってるやろ。うん。で、まあ、ZX の 25R ですよね。うん。 4気筒 210cc バイク90万っていう。まあ、25は確かに20万近くぐらいは、そう支払い総額で上がってるかもしれんけど、うん。まあ、値上がりはしましたね。まあ、やっぱここで救いの手を差し伸べてくれるのが鈴木ですよね。あまあ、あ、素晴割からしい。し安くはある。ただまあ最近出た400cc のオフ車、はいはいはい。なんか100万超えするんやったっけ、100万ぐらいするんやったっけ、高いみたいなの言われてるけど、でも 400cc クラスのオフ車ってあんまないからな。学生とかの話ですね、若者っていうのは。あ、そうね。学生とかアルバイトで、そうそうそう、まあ大学生とかが買えんやんみたいな。私がね、実際にアルバイトで買えてたんで、このバイクを。まあそうだね。ただ今ちょっとそのバイトだけでどうなんよ。それでその中古バイクが海外に流れてるという件はちょっと分からへんねんけど、それは知らん。どうなんやろ。知らん。その関係者ツイートなんか知ってはるんかは分からんけど、俺は知らん。そのまあ流れてるかもしれんよ、そらもちろん。まあ流れてるものもあるやろうけど、それがめちゃくちゃ増えて値段が上がってるっていうかどうかはそれは断言ではできない。単純にその、他のもんもさ倍ぐらいにはなってるん全部ね。今や農家ですからね、米の値段が高いと言われることに対してね、いつもいやいやじゃあマックのポテトの L のクーポンはいくらからいくらになったって話を聞くとね、みんなそこわからないんですよ。ほクーポン150円やったんですよね昔。う。はい。米の価格が半分ぐらいやった時、うん。今マックのクーポン L のやつね280円なんですよ。おお、高っ。ほぼね倍になってるじゃないですか。うん、なってってるね。言ったらあ米じゃあもうそんなもんなんかみたいな話になるからさそれ1万5000円がさ30キロのやつが3万円になったってさ、マックのポテトだって同じように150円が280円になってんねんから、まあ大体全部ね倍ぐらいになってると。なってるね。だから CBR50 万で買えたやつが100万になっててももうおかしくないのかもしれんけど、まあおかしくはないな。まあ言うてね材料費も高くなってる、物価高、うん。合わせ全世界的にお金の価値がもうなくなっていってるっていう可能性もありますよね。おお、確かにね。だって金の価格とか見てみ、まあプラチナとかもやけど金以外のものが上がり、円は円安が進み、その可能性もあるくない？ああ、確かにな。高くなったんじゃなくて自分が持ってたお金の価値がなくなっていってるみたいな、まあ、そういう原因もいろいろあるから一概に海外に流れてて物がなくなって高くなってるかって言われたらそうじゃないかなとは思うけど、まあでもツイートどうやったっけ、その海外に流れてなくなっちゃってるってだけの話なのかな、もしかしたら高くなってるじゃなくて。うん、そうやと思う。若者が手出しやすい中古が海外に流れてるから、若者は安いバイク買えないみたいな感じやと思うけど。だからその安い枠はもう日本には残っていないよっていうことだと思うよな多分ね。そう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 。じゃあ別に流れたから値段が上がったっていうわけではないかもしれないですね。まあちょっとではないと思う。ニュアンス今はちょっと分かんないんですけど、まあで最後はねそういう若者が参入できなくなった業界は滅びていくと。滅びていく。まあそうよね。若い時に乗ってなかった人いきなりなんか40代ぐらいになってちょっと趣味でバイク楽しもうかなってなるのなかなかハードル高いもんな。そうなんやろな。その5、60代の方でさそのバイクにこう参入されたみたいなパターンってさ、やっぱりリターン多いやん。だからなかなかむずいよな。まあ今はさ、こうやって YouTube で動画見たりしてさ、自分も乗ってみたいなみたいなパターンの人はおると思うけど、いやでもその層に見させんのもさこっちやってる側か分かるけどめちゃめちゃむずいで。だって難しい。自分が好きなことしかもうおすすめに出ないようになってるやん、その AI がさある方がそうやん。だからさバイク興味ない人はバイクの動画なんか出るわけないんよ。だから他の部分からアプローチしてバイクに乗ってる俺らが出てきてバイク面白いかもってなるパターンってめちゃめちゃ少ないやん。出ない。俺らが自販機行っててさ自販機マニアみたいな人がさバイク面白いバイクで自販機回るのおもろいかもって思わないとあかんパターンやん言うたらバイク関係なく見に来て、まあ確かに一時さ、元ブログ界隈でもさ、キャンプをしながらツーリングみたいな、じゃあツーリングをしながらキャンプみたいな、キャンプしながらツーリングテント張って結構流行ったじゃないですか。はい、そうそうそう。キャンプの流行り自体がさコロナのさインパクトで来ただけやんあれ。あ、そうそうそう。それで結構な、バイクも流行ったじゃないですか、その時代に。その時もやっぱコロナのインパクトなんよ。一人で楽しめる趣味みたいななってさ、それはでも確かにな。めっちゃ早かったよ、それ衰退すんの。だってそうなんだよ。緊急なんとか宣言みたいなのもう一瞬で終わったからもういけるやんユニバとか。
ほんならわざわざバイク乗らんでもええやってなってな。そう早かったし、うんなんかそれで結構バイクの免許取った人多いみたいな。そうそう、聞免許くけどさのグラフも増えとったよ、その時期21増え年とかとったよな、うん増えとったけどどうなんやろ今実際にそれでバイク楽しいってずっと乗ってる人はどれぐらいおんねやろな。なんか結構さ自分たちの周りでもさ、うん乗ってた人みんな降りてるやん、あそうだね。同い年の子たち、だからパターンによってはあのパターンがリターンになる方々なんですよ。その家庭持ったりとかさ、あの方々がそのやっぱり家買うのにやっぱバイクちょっとってなったりとか、家族増えたりとか、なんかそういうパターンでさ、やっぱバイク降りよっかなみたいなあったパターンって5、60でなってさ、ちょっと趣味楽しむかってなったパターンはリターンつながるパターンですねこれ。はいはいはいいやはい。俺らの代最後ぐらいでマジで、まあ2個下ぐらいまでか乗ってたやつおったなぐらいじゃない、ほんまに。令和生まれの子供ってさ、バイク乗りたいと思う子多分ほぼおらんやろ。で令和生まれの子今小学校やったっけ、小学校ぐらいの時にもう車とかバイクとか全然好きやったもんな。だってさ、うちらの時代ってさ、うん高校さ、バイク乗ってったらあかんけどさ、うん、ビクスクで来てる子とかおったもんな。まあなんか違うとこに飛べたりとかパチンコ屋に止めたりとかそう、ビクスクがだって流行ってた時代やからさ、流行ってた今、流行ってないもんな。流行いやビッグスクなんてマジで見えへんやん。ってないもんな、びっくりすんねんけど。平成はビなくなってッグスク世代かもしれん、もしかしたら。あー、そうやな、みんなだってビクスク好きやったもんな、ネオンつけてビクスクな。スピーカーつそのけて。時代やから、そう。今、いないもんな、どこ行ったん、でも売ってないけどな。そもそもなんかそのネオンつけたビクスク、うん大音量で音楽流れてんのと、まあ、忍者がいっぱい走ってたみたいな時代をいや生きてたよな。フルカウルは忍者しかなかったもん。そうもう忍者だらけ、その時代やってんな。それから比べて今やっぱレパートリーいっぱいあって面白いかもな。みんなボブルビー背負ってな。ボブルビー流行ったボブルビー2年ぐらい流行った。めっちゃ懐かしいな。どうすんねんあれせよって。ボブルビー確かに流行ってたな、おもろ。今最新バイクの流行りってなんなんやろ。今なんなんやろな、なんかそんな派手なもうリュックとか別に流な。行らんよな。やっぱあれちゃん、ブブブみたいなやつをさ、ラブブラブブみたいなやつをさバイクにぶら下げるとか流行ってるんかな。おじさまが結構おじさましか見えへん。おじさまがブームあんま生み出すことないからな。生み出されへん。ラブブ。あ、ラブブ。あ、ブブブってじゃ何ブーム、うんあ、ブームな。おじさまがブームを生み出して広まっていくことってあんまりないからさ、そのボブルビーとかもさ多分若者やん。当時俺らが背負ってたからなんか俺らはその動画とかそういうことじゃないけど、俺らぐらいの若者がみんななんか背負っててかっこいいみたいなさ、うんだからモンスターとかもそうやん。モータースポーツとかで宣伝しだしてさ、飲んでたらちょっとかっこいいみたいなさ、かっこいいみたいななんな。かあったやん。そういうのってさ、やっぱなかなか若い人からしかやっぱ生まれへんからさ、そういうのが生まれへんくなるってことで衰退していくってことなんかもしれんな、言ってはんのは。文化は若い子たちからやからやな。そうだからまあ俺らはもう若いと言われる年じゃないかもしれんけど、まあ、俺らが頑張って生み出していかないと終わるってことか、つまりはな。一緒やん。いこのレベルがもう最後かもしれんから生み出していくしかないってことや。や、うちらはな、でも、モートブログというものを生み出したよ。まあそれはそうや。ノンアルコールライダーさんがおって、そこからもう派生してみんなで広めていって。めっちゃ細かく常にブームを生み出さないとあかんってことや。衰退せんようにな。まあ、バイク乗ってていろんなブームはあったよな、いろいろな、今まで。やっぱ持って2年やで大体。流行りはな、すぐにコロコロ変わるから。まあということでね、そういう意見がありましたということに対してね、バイクがやっぱ高騰しすぎている今後のバイクの未来について、考えてみましたけれども、皆さんいかが、どういうふうにね、なんかこういうふうに思いますよみたいななんかあればね、コメントでぜひ教えていただければ、参考にしたいと思います。今後ね、何を背負うのか、ブブブブブを背負うのか、ボブルビーをまた復活させるのか。てかみんなの購入価格、みんなの購入価格も知りたい。いつ買っていくらやったか。そう、それ知りたいな。まあ一応俺の一番最初に買ったねバイクの話だけ最後にしておくとね、YZF-R125、逆輸入車ね、45、6万ぐらいで買ってですね、1年ぐらいで配信しました。はい、お疲れ様です。お疲れ様でした。はい、以上ラベジョでした。ぜひコメントよろしくお願いします。はい、お願いします。高評価もお願いします。以上ランペチモンキーでした。じゃあはいどうも、数年放置したプラモデルを開けてみようのコーナーでございます。これスバルインプレッサ WRX
WRC のねラリーカーの仕様のプラモデルなんですけど、これもう何年も開けてないですね。皆さん刺激が